はい、皆さん、こんにちは。モノルです。今回はこちらですね、ついにやってきました。モジョンのレインボー3をレビューしていきたいと思います。はい、こちらのコントローラーですね、過去にものすごく人気のあったこのコントローラー、レインボー 2SE、レインボー2 Pro っていうね、この2つのコントローラーの後継機種になっています。モジョンといえばですね、旧ビッグ1としてブリッツ2とかね、ブリッツ 2TMR っていう大人気のコントローラーを作っている会社なんですが、ついにですね、ブリッツ2に引き続いて 2000Hz のポーリングレートが出るコントローラーということで、こちらが発売されました。非常に期待の高いコントローラーということでですね、こちらのコントローラーめちゃくちゃ良かったので、ぜひチェックしていってみてください。そしたら行ってみましょう。はい。そしたら、モノルの方でサクッとスペックの方をチェックしていきたいと思います。カラー展開1種類となってます。対応機種 PC、スイッチ、iOS、Android で有線接続、Bluetooth 接続、無線ドングル接続に対応しているっていうね、フルスペックなコントローラーになってます。ジャイロもマクロも対応してます。それでですね、一番の注目ポイントっていうのはスティックが静電容量方式のスティックを採用しているっていうところですね。こちら、ホールエフェクトや TMR スティックと同じ非接触式のセンサーなんですが、それらよりもですね、上位のスティックっていう風にされているものですね。かなりね、性能良かったですね。ちょっとその辺もね、すぐ見ていきたいと思います。スティック感度はリニアっていう風にしていますが、本当にですね、ゲームやり込んでみるとですね、ややですね、中立付近低感度だったかなっていうところで、カスタム感度カーブを使ってリニア化設定っていうのも出してきました。背面2ボタンとショルダー2ボタン追加4ボタン仕様になっています。スティックの重さは 60g フォースっていうことで標準的な重さになります。トリガーストップはマイクロスイッチボタンに変わるトリガーストップになっています。遅延の方、こんな感じの値でした。ポーリングレートはね、有線無線ともに、交渉時 2000Hz を超えるようなかなり高速なポーリングレートが出ていました。本体重量 248g ということで、軽くはないですね。ちょっと重いかなっていうぐらいの重さでした。価格は現在 Amazon で 12,999 円ということでした。スティック感度カーブの方も計測してきています。デフォルトの方オレンジ色なんですが、これだけでもね、かなりリニアに近くてね、パッと見、リニアって言って遜色ないかなっていうね、そんなカーブでした。で、リニア化設定の方が青色なんですが、こちらですね、リニアとの誤差見てみるとこんな感じですね。デフォルトの方若干ですね、このあたり、ほんの少しね、感度低いっていう感じがします。なので、リニア化設定入れてきてですね、全体的にエッジのデッドゾーンをね、0にするとですね、ちょっと感度が低くなってしまいますので、エッジのデッドゾーン7入れてですね、左右感度両方ともちょうどバランスいい形にして、6の7、15の16っていうカスタム感度を入れてあげるとですね、かなりまっすぐになってね、かなりリニアに近づくかなっていうところで、ゲームプレイでもこの設定が結構しっくりくるかなっていうところでした。で、ステップ精度の方はね、256っていう値を入れてあげるとですね、FPS ゲームですね。特に Apex Legends とかでも当て感良くなるっていうところですね。67っていうところはですね、もう少し56とかですね、してあげるとですね、より感度がちょっと中立付近高くなって、よりね、機敏に動いてくれますが、私はね、ちょっと感度高すぎるかなっていうふうに思いました。このあたりね、56か67っていうのは好みでね、使い分けていただければいいかなと思います。デュアルセンス H との比較ですね、こんな形でした。デュアルセンス H はこのグレーのグラフなんですが、大体ですね、リニア化設定してあげるとですね、同じような曲線描くようになるかなと思います。どうしてもね、左右感度差っていうのはですね、このレインボー3でも若干見られたんですが、実際ゲームプレイでこれに気づくことができるかと言われると全く気づくことはできないのでね、このあたりは気にされなくてもね、全く問題ないかなと思います。そんなわけで FPS ゲーム向けのおすすめ設定としてはですね、エッジのデッドゾーン7入れて、6、7の15、16っていうカスタム感度を入れてあげてですね、不景アルゴリズム今回に関しては左右ともオンにしてあげるのが良かったかなと思います。ちょっとね、動画内右スティックはオフにしてますとかいう話もしてるんですが、最終的には両方オンにしてあげるっていうのが私の感覚では良かったです。ステップ精度は256がおすすめですね。はい、スペックについては以上になります。はい。そしたら、今届いたばっかりのこちら、モジョンレインボー3ですね。開封していきたいと思います。よいしょ。はい。よいしょ。はい。なんかこのね、中身の感じはブリッツ2とかとよく似てる感じがしますね。
で、こちらが本体です。よ。なんかパッと見の感じは、やっぱりレインボー2とかとかなり似ているかなっていう感じがしますが、そうですね。ほとんどこの外側はレインボー2シリーズと同じなんじゃないかな。はい、こちらがレインボー 2SE ですね。どうでしょうね。レインボー 2SE と全く同じに見えます。充電ドックの端子がついてるぐらいかな。他は全く同じサイズ感ですね。でね、ここ、グリップ部分がちょっとね、ここに線が入ってて、ほんの少しだけ違いがあるかなって感じがしますけど。持った感じどうだろう。持った感じもほとんど変わらないですけどね。でもちょっとどうだろうな。私には違いがよくわからないぐらいのサイズ感なんで、ほぼ同じかなと思いますね。はい、相変わらず、このショルダーボタンと背面ボタンめちゃくちゃ押しやすい位置にあってね、いいですね。で、ここを見るとわかるかな。本体多分イヤホンジャックが追加されてるっていうところの違いかなっていう感じですけど、背面ボタンに関しては何も変わってないと思いますね。マイクロスイッチですね。で、十字キーと ABXI ボタン、LB、RB、ショルダーボタン、あと問題のトリガーストップ。これもすべてマイクロスイッチになってますね。素晴らしいですね。はい。持ち心地も、全体的にやっぱレインボー 2SE と同じですごくいいかな。ややですね、こう全体的にグリップもちょっと太めでね、横幅とかもそんなにめちゃくちゃちっちゃいっていう感じのコントローラーではないですね。今比べるとしたら同じ価格帯の G7 Pro と比べるかなっていう感じになってくると思うんですけど、持った感じのコンパクトさとかね、持ち心地の良さみたいなところは若干 G7 Pro の方が勝ってるような気がします。このあたりがちょっとね、薄いっていう感じがしますね、G7 Pro の方が。こっちはね、ややそうですね。このあたりがちょっと太い感じがするので、2つのね、こう太いパイプみたいなものを持っているっていう、そんな感じの持ち心地かなって思います。G7 Pro はなんかこう、フィット感があるんですよね。で、背面ボタンのところのこの中指のね、ここのサイズ感っていうのがこっちの方がやや小さいので、持ち心地はさすがに G7 シリーズがさすがだなっていう感じはするんですけど、レインボー3も相当レベル高いと思いますけどね。はい。でもう少し細かく見ていくとですね、ABXI ボタンのストロークこんな感じで、ものすごく短いです。十字キーも相当ストローク短めかなって感じで、これは結構斜め入力も入りそうな感覚はしますけど、どうなんでしょうね。ストロークの方だけちょっと見ていきたいと思います。トリガーのストローク、アナログでこんな感じです。トリガーストップオンでこんな感じですね。両方とも相当優れているかなと思います。本当にこだわった作りのマイクロスイッチトリガーと比べたらさすがにちょっと長めではあるものの、かなりこういうね製品になっているもののトリガーストップとしては短いストロークになっていていいですね。はい。で、レインボー3のフリークのサイズなんですが、16.8mm ということで、Xbox サイズになってますね。ブリッツ2の方が同じく 16.8mm なんで、Xbox サイズなんですが、私の手持ちのプレイステーションサイズのこのインフェルノとかね、意外とぴったりはまります。はい。全くずれないですね、これで。Xbox サイズのフリークももちろんぴったりはまるんですけど、例えばプロフリーク V2 なんかのプレイステーションサイズのフリークもぴったりはまるんで、プレイステーションサイズと Xbox サイズどっちのフリークも結構いい感じにはまるスティックになってますね。なんで、ちょっとね、プレイステーションサイズでややずれやすくなるかなっていうところはあるんで、そのあたりですね、お持ちのフリークちょっとつけてみて試していただくのがいいかなっていうふうに思います。はい。もう全体的に今のところ文句ないかな。はい。一旦本体の方は置いといてですね。無線ドングルがついてます。はい。
で、USB ケーブルですかね。ノーリサリタは結構しっかりした USB ケーブルが付属してます。なぜかね、この USB Type-C の方が赤い色してて、モジョンカラーになっている USB ケーブルですね。で、その他にですね、結構付属品が、USB ケーブルの下に付属品がいっぱい入ってます。よいしょ。はい。十字キーの替えですね。お皿型の、こういう形状ですね。ちょっと薄く十字に切られたようなお皿型の十字キーっていうのに交換できるのと、スティックが、付属のものが一番短くて、中くらいの高さ、かなり高めっていうね、この3種類のスティックで交換できて、それぞれ 2本ずつ付属しているっていう形になってます。で、マニュアル類とかがね、なんでこれ2個入ってんだろう。なんかウェルカムカードがなぜか2枚入ってましたけど。はい。で、マニュアルがついてます。こちらにはしっかり日本語も記載がありますということですね。まあ、FPS ゲームやる方ね、このスティックの高さ、微妙に高いものを使うっていうのも結構ありだと思うんで、スティックの高さ変えてあげるのもね、おすすめかなとは思いますね。無線ドングルの方を見てみようかな。無線ドングルの方はこんな感じでね、モデルナンバー R70 底面にボタンがついたタイプのモジョンの USB ドングルっていうことになってますね。全体的に全然文句の付けどころがない感じなんですが、実際にパソコンに接続してみてどうか見ていきましょう。はい、ビッグビッグワンアシスタントの方に接続してあげたらですね、まず、ビッグビッグワンアシスタント自体がね、バージョンの 1.0.5.1 っていうものにアップデートされました。ファームウェアの方をチェックすると373126っていうことで最新になってますね。はい、そしたらレインボー3の設定見ていきたいんですが、デフォルト設定になってるかな。はい。デフォルト設定ですね。スティックのセンターのデッドゾーンが12入っているので、これをまず0にしてあげて、よいしょ。あとは、系アルゴリズムだけオンで動的フィルタリングっていう項目があるんですけど、これがね、ブリッツ2の安定化係数ですね。で見てみるとね、レギュレーター機能っていうのがどうもこのレインボー3には入ってないですね。スティックのね、センタリング設定っていうのができなくなってますね。そのあたりね、静電容量方式のスティックだと、センタリングはまず、ずれることがないんで問題ないっていう判断なのかもしれないですね。で、同じようにアルゴリズムだけオンにして、設定してみましょうか。そうですね。他のところはいいかな。で、ボタンの設定はね、Apex 用の設定っていうのを入れておきますと。で、こっちですね、デバッグの方の設定で、ステップ精度は、まあ、とりあえずアダプティブでいいかな。ポーリングレート 2000Hz で、スマートスタンド、これは充電ドックですね。リアリスティック。はい。これで、一旦これでね、Apex ちょっと触ってみたいと思います。はい。射撃訓練場の方ですね。まずドリフトの感じっていうのはもう、かなり少ないですね。右下。もう本当にわずかに左に行くかな、ぐらいで。これは問題ないレベルなんじゃないかなと思いますね。私は43リニアでドゾーンなしで視点のね、詳細スコープ設定とか入れてないです。ちょっと撃ってみたいと思います。みんな、アップグレードを選んだよ。パッと触った感じかなりリニアに感じますけど、実際どうなんでしょうね。本当にわずかに中立付近何か違いがあるような気もしなくもないですけど、ちょっとね、切り返しで追っていくときにちょっと遅れを感じるというんですかね。なんていうか、思ったほど切り返しできてないみたいな時があるような気がしますけど、どうなんだろうな、これ。ちょっとね、もうわからないレベルでちゃんとリニアに近づいてきてるんでね、最近は。相当やり込まないとね、リニアかどうかとかね、この感度でしっかり実戦戦っていけるかがわからないっていうところがあったりします。とりあえずでも、
なんかね、本当にど真ん中ら辺が遅いような感じっていうのはちょっとしますね。まあ、こんなね、ど真ん中の本当に細かなエイムをするゲームって Apex ぐらいですからね。それ以外ですね、まあ、遅延とかね、そういうのは一切感じないですね。めちゃくちゃぴったりエイム合いますし、はい、スパグラもめっちゃ出ますね。そしたらね、リニア化設定入れた方でも射撃訓練場打ってみたいと思います。エッジのデッドゾーン7で、5の6、15の16ですね。で、右スティックに関しては区形アルゴリズムをオフにしてますね。はい。右スティックに関しては区形アルゴリズムオフで、で、ここをアダプティブじゃなくて256にしてあげて、ポーリングレートそのままで。はい。これでちょっと打ってみたいと思います。もう完璧ですね、これ。なんかもう、この設定入れてあげるとすごく自然ですね。はい。まあ、かなり当てやすくなったので、このリニア化設定ですね、ちょっと入れてみて、試してみていただくのがいいかなというふうに思います。ぜひね、使ってみてください。はい。で一応こちらですね、レインボー3にはイヤホンジャックついてます。こちら、試聴してみましたが、まあ、それなりっていう感じですね。決して使えなくはないぐらいの音質ではあったんですが、ちょっとね、プチプチっていうノイズが入ってきたりとかですね、少しね、音質の方も全然良くはないっていうところで、まあ、音質本当にひどいコントローラーと比べるとだいぶマシではあるんですけど、まあ、めちゃくちゃいいってわけではないっていうね、まあ、どうしても他に方法がないならですね、PC 接続時はこちらを使うっていうのも、まあまあ、選択肢としてはなくはないぐらいかなっていうふうに思います。はい、それで、レインボー3は FGCVX で PlayStation 5や4にね、つなげて使うことができるっていうことで、はい、このようにですね、しっかりと接続して使うことができますね。Apex ちょっとやってみたいと思います。はい、ワイルドカードの方一戦だけね、ちょっと試しにやってみたんですが、結構ね、当てていくのはね、文句なくできるかなっていうところがありましたね。まあ、ほんのちょっとね、近距離のレレで追い切れないっていう時があったりはしたんですけど、まあまあ慣れていけばね、これも問題なくやっていけるのかなっていうね、こういうわずかにミリ残しみたいなことも結構あったんですけど、遅延の方をね、後で見ていこうと思うんですが、まあ、やや大きめっていうことでね、そのあたりが影響しているのかもしれないですね。まあ、ただまあ、私が使ってみた感じね、まあ、全然使っていけるかなっていうふうには感じましたので、これはこれでね、ありかなっていうところですね。まあ、G7 Pro があまりにも良すぎるっていうところもあってですね、それと比べたらやっぱりちょっとね、PlayStation 5向きっていうふうには言い切れないところはあったかなと思います。はい、それで設定ソフトの方をね、見ていきたいと思います。まずはこのね、めちゃくちゃきらびやかに輝く LED の設定ができます。一応オフもできますし、ホームボタンの色を Xbox モード、スイッチモード、PS モードでね、それぞれ変えるっていうこともできるみたいですね。現在のライト、速度とか明るさも変えれるんですね。ちょっとね、明るすぎるなって思うんで、40ぐらいにしとこうかな。こんぐらいがいいかな。はい。で、ツインライトストリーム。なんかちょっと違いますね。より動きがある感じになるのかな。カラーサイクル。全体の色が徐々に変わっていくっていう感じですね。これはなんだ。なんかこれはこれですごいなんかパリピ感すごいですね。はい。で、配置の方ですね、細かいボタンの設定とかしていきます。モーション M の設定がまず最初にありますね。左スティックをシミュレートしたり、右スティックのシミュレートをしたりできますということで、左スティックに関してはあんまり、あれですかね。左スティックに関しては特に設定とかができないのかなっていう感じはしますけど。なんで左スティックの方ね、細かい設定できないのかわからないんですけど、右スティックの方は細かくこうやって設定ができます。なんかこれバグってそうな気がしますね。基本このジャイロ機能っていうのはあんまりね、コントローラーの設定で使うんじゃなくて、スイッチモードやね、PS モードで、PC につなげてですね、
ゲーム内のね、設定で設定することが多いので、あんまりね、このモーションエイムの設定は使わないかなとは思います。はい、それで、スティックの方ですね、左スティック、右スティック、それぞれ設定ができて、スティックのセンターのデッドゾーン、エッジのデッドゾーンですね、アンチデッドゾーンの方も設定できますね。カスタムカーブについては2つの点で設定ができます。クケアルゴリズム、動的フィルタリング、アダプティブ構成っていうことで、クケアルゴリズムについてはちょっとね、後でゲームパッドテスターの方で見ていきたいんですが、私はですね、右スティックはオフ、左スティックはオンっていう風に設定していますが、右スティックはね、オンで使ってもね、全然いいかなっていう形ですね。で、動的フィルタリングっていうのがどういう項目かっていうところも、ゲームパッドテスターで見てみたいと思います。はい、そしたらゲームパッドテスターの方に来てみました。はい、左スティック、動的フィルタリングとクケアルゴリズムをオンにしてます。見ていただくとですね、右スティックの方は値がこのように震えてますね。左スティックは値が震えないです。これが動的フィルタリングっていうものの効果ですね。で、クケアルゴリズム、左がオンで右がオフですが、こんな形のシンエンドチェックの結果になってます。左スティックはクケアルゴリズムオンで、かなり強めの四角形ですね。66%、67% ぐらいでマックス入力じゃなくなるっていう感じで、この四角形結構強めなので、右スティックはクケアルゴリズムオフでもね、全然いいかなっていうふうには感じました。オフでもだいたい24%、25% ぐらいでマックス入力じゃなくなるっていう形なので、ちょっとこれも順行よりもね、だいぶ円形には近いんですけど、まあどちらかね、使い比べてみてですね、自分にしっくりくる方で使っていただくといいかなっていうふうに思いますね。はい。アダプティブ構成については自動的にキャリブレーションが行われるっていうもので、センタリングをね、自動的に補正してくれます。トリガーの方は、レッドゾーンが0から100っていう形で、設定ができるようになってます。ボタンの方ですね、これ Apex の設定入れてますが、複数同乗子設定っていうのもここでね、3ボタンまでできて、キーボードのキー配置っていうのもできます。残念ながらマウスの設定ができないっていうね、形になってますね。はい。で、右スティック押し込みの無効化とかはね、しっかりと塗るっていうところでね、やってあげれば、右スティックの無効化もしっかりできるようになってますね。スクリーンショットボタンや、メニュー、ビューボタンっていうのもしっかり設定ができるようになっていて、こちらもね、キーボードのキー設定ができます。まあ、ボタンの方についてはね、結構、マウスだけちょっと設定できないっていうところぐらいで、だいたい設定ができるかなっていう感じですね。で、振動強度の設定っていうのもできるようになってますということですね。で、マクロの方ですね。マクロ設定をしていくとですね、はい、合計で33ステップまで設定ができるっていう形になってます。で、ここの設定はですね、ゲームパッド上のボタンのみが設定が可能っていうことですね。スクリーンショットボタンこっちはなぜか設定できないですね。はい。そんな感じになってます。はい。で、デバッグの方結構設定項目多いんですが、接続モード X インプットと DSE for PC only っていうね、ブリッツ2でもあったプレステモードの設定ができて、スイッチモードっていうね、この3モードがあります。ステップ精度の設定、16から256っていう風にかなり細かく設定ができるようになってます。これはブリッツ2よりも細かくね、16っていう値が増えてね、設定できるようになってます。Apex とか FPS ゲームではね、256っていう設定が準高音相当の設定でですね、エイムアシストとかが自然な感じになるのでおすすめなんですが、ちょっとだけね、ステップ細かくしてもいいですね。256っていう設定が一番荒い設定で、アダプティブが一番細かい設定っていう風になってます。実際触ってみた感じは16とかはね、もう細かすぎてね、エイムアシストだいぶ抜けるような感覚っていうのがあるので、せいぜい64までぐらいがね、いいかなっていう風には思いました。私は256でね、使おうかなっていう風には思ってるところです。ポーリングレートの設定は250、500、1000、2000っていう風に設定できて、こちらは 2000Hz で全然いいかなっていう風には思いますね。はい。で、左スティックを十字キーのね、出力にマッピングすることもできますということです。で、こちらのコントローラーはね、ここに4つのボタンが配置されていてですね、こちらでコントローラー単体でいろんな設定を変えることができますね。連射の設定、ボタンのマッピングの設定ですね。で、マクロの記録、で、プロファイルの変更ですね。こういう4つのボタンがついているので、これだけでね、いろいろできたり、あとはファンクションボタンっていうのがあって、これと同時押しでいろんなね、変更っていうのもできるようになってます。はい、以上、レインボー3の設定周りの解説でした。はい、そしたらレインボー3分解していきたいと思います。
レインボー 2SE と同じですね。1、2、3、4なんで8個ネジを外していきます。ネジは普通のプラスネジですね。はい、8個のネジが取れ終わったらですね、バックパネルを外していきます。真ん中の下が硬かったんですが、なんとか外れてきました。中身こんな感じになってます。しっかりとカイル製のマイクロスイッチが背面ボタンにも使われていて、ショルダーボタンにも使われてますね。トリガーストップはどういう仕組みなんだこれ。トリガーストップはこういうストッパーがついてて、あ、こっちにね、トリガー側にマイクロスイッチがついてます。ここにね、マイクロスイッチが入ってて、で、ここにストッパーがつくことで、これをね、こう押すことでトリガーストップになるっていう仕組みですね。トリガーストップ自体はこんな構造です。ここがトリガーストップになってて、本体のところにね、こういう感じで補強があるので、まあまあトリガーストップは結構強めではあるかなとは思うんですけど、結構ね、しっかりと作られてますね、ほら。ここにね、ついたてみたいなのが2つついてるようなプラスチックの板があって、それでトリガーストップになってるんで、これなかなか壊れづらいんじゃないかな。トリガーストップは相当工夫されてますね。バッテリー側にもネジ類はないですね。これどうやってフロントパネル外れてくるんだろう。あ、これ1個でついてんのか。ここのね、ネジが1個だけあるので、これ外してみますね。そしたら外れてくるかな。外れますね、これ。はい。この1本のネジだけで止まっていて、これでフロントのパネル外れてきました。はい。十字キー。しっかりマイクロスイッチになってますね。で、スティックの方を見ていくと、はい。よいしょ。まあ見慣れた感じの静電容量スティックが入ってますね、やっぱり。はい。ロープロファイルな、はい。K シルバー製の静電容量スティックです。型番 JL16 でしたっけ？こんな形になってますね。これすごいな。レインボー 2SE の小さな筐体の中にマイクロスイッチを詰め込むためにですね、これ、LB、RB のボタンなんですけど、こんな棒がここまで来てて、で、この斜めにね、配置された、ここを LB、RB ボタンが押すっていうことで、マイクロスイッチにしてます。LB、RB のマイクロスイッチ相当無理してる感じがしますけど。はい。で、こっち側ですね。あとは ABXY ボタンのところ。これも外したいなと思うんですが、こっちはね、6つのネジで止まってるんでちょっと大変そうですね。で、十字キーのところですね、特にシリコンのね、ゴムキャップとかが一切ない感じで、こういうちょっと高めの軸があって、シリコンキャップがないような、こういう単純な、十字キーですね。すごくシンプルな構造してると思います。これだとどうだろうな。この十字キーはあんまり良くないかもしれないですね。ちょっと構造的にね。マイクロスイッチこういう風に直で押してるやつで、軸もそんな高いものは採用されてないんで、ここのね、十字キーのこう、動き方っていうのが、やや斜め入力が入りづらいタイプの動き方には見えますけど、実際ゲームプレイしたら違うかもしれないですけどね。はい、ABXY ボタンのところが取れてきましたね。はい、ちっちゃいカイルのマイクロスイッチが使われてました。この辺のボタン類に関してはメンブレンになってますかね。ホームボタンがタクトスイッチで、他のところはメンブレンが使われて、基板に直接プリントされているような感じになってますね。はい。ABXY ボタンに関してはね、シリコンキャップされてますし、押し心地は良さそうには見えますけど、十字キーだけ不安だなっていう作りではあったんですけど、他のところはすごいですね。マイクロスイッチだらけですね。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10個。で、ここに11、12ですか。
で、ここにトリガー部分が13、14ですから、合計で14個。あと、これか、背面ボタンで15、16個。マイクロスイッチが使われてるっていうことになります。はい。そしたらちょっとこれでね、PlayStation 5とかスイッチの遅延検証の方をやっていきたいと思います。はい、それで今回も遅延の計測の方をプロメテウス82っていう方法で、行ってきました。その結果をね、ゲームパッド LA さんで見ていきたいと思います。まず有線ケーブル接続ですかね。左側がボタンの遅延で、右側この紫色の方がスティックの遅延ですね。ボタンの方が平均 2.95 ミリセカンド、スティックの方が平均 4.08 ミリセカンドっていうことでね、これはプロメテウス82っていう計測方法にしてはですね、相当早い、結果だったと思います。例えばブリッツ2シリーズなんかはこれ5ミリセカンドですね、両方。だったりするんで、かなりこれは優秀かなって思います。相当早いですね。最大の方も4ミリ、5ミリってことで、相当これは優秀だなっていうふうには思いましたね。これなら文句なくね、遅延のところっていうのは気にせずに遊んでいけるっていう、そういうコントローラーになっているかなと思います。で、有線、無線、Bluetooth の比較っていうのがこんな感じですね。無線の方このぐらい、Bluetooth このぐらいってことでね、Bluetooth は相変わらず遅いんですが、無線ドングルの方平均 7.42 ミリセカンドっていうことでですね、ちょっと遅いかなっていう感じですね。特に対峙性のゲームでね、これだと結構辛いことも出てくるかなっていうところですね。スティックの遅延も 8.78 ミリセカンドっていうことで、無線ドングルに関してはですね、結構優秀ではあるもののですね、やっぱり有線ケーブル接続でね、基本は使っていただくのがいいかなっていうところで、カジュアルなゲームではね、無線ドングル接続でもね、ボタン、スティックともにそれなりに優秀な結果だったので、問題なく使っていけるかなっていうふうに思います。総じて遅延の結果っていうのはですね、特に有線ケーブル接続に関してはめちゃくちゃ優秀なコントローラーということが分かったかなというふうに思います。はい、それでこちらのブルックウィングマン FGC-VX に接続して PlayStation 5でね、レインボー3を使用した時の遅延の計測結果はこちらの通りです。有線で 75.13 ミリセカンド、無線で 75.46 ミリセカンドということですね。有線無線の違いっていうのはほとんどなかったんですが、やや遅めかなっていうふうに思います。十分ね、Apex とかをプレイしても遊んでいけるぐらいの遅延ではあるかなっていうふうには思いますね。8ミリセカンドぐらいの違いしかありませんので。ただね、どうしてもこのあたりですね、G7 Pro ですね、特に、こちらにはね、なかなか勝てないかなっていうふうには思いますので、FGC-VX を介して PlayStation 5で遊びたいという方はね、G7 Pro を選んだ方がおそらくいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい。で、次にね、スイッチ、接続した時の遅延っていうのも計測してきました。こちらもですね、PlayStation 5と同様ちょっとね、良くなかったかなっていうんで、無線はね、スイッチプロコンと比較して、プラス 0.59 フレームっていうことだったんですが、有線がなんか遅かったんですよね。1.44 フレームってことで、このあたりですね、計測方法の問題なのかちょっとわからないんですが、全体的にですね、ちょっとPlayStation 5やスイッチで遊びたいという方にはあまりお勧めできるっていうね、ところが検証では見当たらなかったかなっていうふうに思います。はい。というわけでね、ゲームプレイの方ですね。まずは、Apex Legends のランクマッチ、プラチナ3からプラチナ2ぐらいのね、ところっていうランク帯でですね、遊んできた様子を見ていただきたいと思います。こちらですね、リニア化設定をする前になってます。この頃はね、十分にこのスティックはね、リニアで、普通に、カスタム感度のね、設定をしなくてもね、十分戦えると思ってたんですが、実際こうやってランクを回してるとですね、なんかですね、エイムが硬いようなね、ぎこちないような感覚っていうのがありました。それでもね、今のランク環境ですね、特に戦闘何もしてなくても、勝てちゃうっていうね、ことも結構あるんで、なんともね、言えないところなんですが、このマッチなんかはね、本当に私何もせずにね、チャンピオン取れちゃいましたっていうマッチでしたね。はい。リニア化設定しない感度でもですね、一回しっかりとエイムがあってしまえばですね、そこまで、問題にはならないんですが、ちょっとずれた時とかと修正がね、結構聞きづらいっていうところがあってですね、そのあたり、ちょっとね、リニア化設定入れてあげた方がですね、いいエイムができるかなっていう感覚がありました。
まあまあね、これでも十分いいエイムはね、できるかなとは思うんですけどね。だいぶプラチナ帯のランク環境もね、こなれてきたというかですね、ソロにも優しい感じにはだいぶなってきたかなっていうところでですね、フルパンもちょっと減ってきたかなっていうんでですね、だいぶ楽しく遊べるようになってきて、ホッとしている感じなんですけど、だいぶね、開幕直後っていうのはね、コンスプリット本当に厳しかったんでね、ようやくかっていう感じで、まあでも結局プラチナ2ぐらいにね上がるとそっから先は結構フルパーとの戦いでね、しかもプラチナ2以上ってね、かなりね戦闘したがるフルパが多いんでね、それが結構きつかったりっていうのはまだまだありますね。プラチナ4、3あたりはねだいぶ楽になったかなっていう感じはしますけども。はい。で、こっからがプラチナ2ですね。で、リニア化設定をした後になってます。リニア化設定するとね、かなり当てやすくはなりました。で、リニア化しない状態っていうのはね、どうもですね、なんか当たらないなっていう感じが本当にね、ずっとしてたんですけど、これでね、だいぶ当たるかなっていうのと、あとですね、R5 の方ですね、だいぶこう、いろんな設定試してね、やり込んだりもしてみたんですが、この設定ですね、今おすすめしてるのはね、5の6の15、16じゃなくてですね、6の7の67の1516っていうね、そういう設定なんですけど、こちらがね、まあ比較的いいかなっていう気がします。まあほんの少しですね、遅さみたいなのも感じる時もあるんですが、じゃあ、まあもうちょっと高感度気味に5の6の15、16っていう方でやるとですね、ちょっと感度高すぎるかなっていう風にね、感じる場面も結構多くてですね、まあ R5 とかでね、ずっと 1V1 やってる状況だったらそれでもなんとかなるんですけど、なかなかランクでね、急に戦闘が始まるっていう状況だとですね、その高感度すぎるとね、結構ですね、腰打ちとかね、当てづらかったりするんで、そういう時にね、対応しやすいですね。6、7の15、16っていうのが個人的にはおすすめかなっていうふうには思いましたね。もうここねめっちゃぐだっちゃってね結構先般やらかしてるかなって思うんですけど、なかなかね本当にプラチナ2でも敵の当て感とかですね、戦闘に関してはだいぶ強いなっていう気がするんですけどね、どうでしょうかね皆さんね。私はなかなかこの環境で自分一人でね戦闘どんどん前行って、戦っていくっていうのができなくて、そこが今のところの課題って感じなんですけどね。まあソロでやってるとですね、なかなかね、もう2人がねついてきてくれるかどうかわからないっていうところもあってですね、なかなかね1人で突っ込む勇気が出ないっていうのがね難しいところですね。まあちょっとね厳しいアンチになっちゃったんで、2位に終わったっていう試合だったんですが、次がねチャンピオン取れた試合かな。そうですね。まあ、こういうあんまりねエイムを動かしたくなくて、リコイルだけしたいみたいな状況の時でもですね、6、7の15、16っていう設定は結構やりやすくてよかったかなっていうふうには思うのと、まあ、こういうピースキーパーとかもねしっかり当てていけるかなっていうふうに思いますし、まあ、こんなちょっとね遠距離ですね、まあ戦闘してるところをね横やり入れてるだけなんですけどああいうのも当てていきやすいですし、感度的にはすごく満足いく感度ができたかなっていうふうには私は思いました。まあ、レインボー3っていうコントローラー自体ですね、まあ、当て感とかもね結構高い方のね結構当たるコントローラーだなっていうふうに思いますし、これならね、全然第一線級でね使っていけるんじゃないかなっていうふうにはね、まあちょっと細々とね設定を変えなきゃいけないっていうところはあるんですが、まあそれをね含めてね考えればかなりいいコントローラーだったと感じました。はい、ゲーム変わって今回はねコールオブデューティーはブラックオプス7のねベータ版っていうのをレインボー3でやってきた様子を見ていただきたいと思います。
もうね、つい最近までオムニムーブメントってね、新作の話をしてた、ね、気がするんですけど、それが BO6 でね、もう1年前っていうことでね、本当に時間経つの早いなんて、びっくりしてるんですけど、もうね、BO7 のベータ版っていうことでね、まだ製品版はちょっと先なんですけど、なんでね、比較対象のコントローラーっていうのがね、ないっていうかね、まだこれ初めて遊んだところなんで、そのあたりちょっとよくわからなくなっちゃってるところではあるんですけど、レインボー3自体はね、強くはあったかなっていうんで、全くね、問題なく遊べたんで、楽しく遊んできましたという感じです。今作はね壁ジャンってことなんですけど、まだね私は全然使いこなせてないんですけど、移動する時に必要に迫られて壁ジャンしてるぐらいなもんなんですけどね、このね静電容量スティックっていうことで精度が上がってるっていうことなんですけど、ちょっとねコールオブデューティではそこまでその恩恵があるのかどうかっていうのはよくわからないところなんですが、なんかねゲームアシスト製品版で弱くなったりするかもみたいな話があるとかね、なんかそういう話があるみたいで、そうなってくるとですね、よりリニアな感度であったりですね、多少、低感度気味のね、スティックとかね、そういったところ、スティックの感度っていうところがより重要になってくるっていうね、可能性もあるのかなっていうところで、そのあたりもね、ちょっと注目していきたいなっていうふうには思うところではありますね。BO7 ね、現代戦、ちょっと近未来な世界観っていうところなんですけど、個人的には現代戦がめちゃくちゃ好きで、あとはね、ちょっと古いなんていうんですか、冷戦あたりね、そのあたりが結構好きだったりね、ブラックオプスコールドウォーとかなんか結構不評なあんま人気ない作品なんですけど、めちゃくちゃ好きだったりするんですけど、なんでねちょっと世界観的には私の好みから外れてるんですけどね、戦闘とかですね、あとはオムニムーブメントプラス壁ジャンっていうこの警戒感みたいなねところっていうのはすごくね、楽しくて、でこのゲーム自体もねすごく楽しいなっていうふうには思って、思いながらね遊んでた感じですね。でこれねリニア化設定する前とリニア化設定した後っていうね、その両方遊んでみたんですが、やっぱりコールオブデューティーでもね、というかコールオブデューティーこそですね、リニア化設定ぜひ入れていただいた方がいいかなっていうふうにね思いました。やっぱり中立付近のね感覚っていうのがすごく変わってね打ちやすくなるので、エイムものすごくね、精度は上げやすくなるかなっていうんでね、ちょっとだけ動かしたら、機敏に動いてくれるっていう方がね、コールオブデューティの OEM なんかにはねすごくいいかなっていうふうに思いましたね。で、コールオブデューティーに関してはね、G7 Pro とレインボー3比べてどっちがいいかって言われると正直もう全くこうつけがたいっていうのが正直なところです。G7 Pro の方がデザインとあとはそうですね、作りのね質感っていうのが良かったりとか、あとゲームサーのソフトウェアがね結構安心感があるっていうところ、あとねプレイに一番直結するところで言うとトリガーストップのストロークがすごくね短くてレインボー3よりも短いっていうところですね。コールオブデューティーはね結構戦闘が多いね回数が多いゲームですから、結構トリガーをね押す回数も増えるっていうことで、G7 Pro もすごくいいんですけど、やっぱりスティック精度の部分っていうのがね、静電容量スティックっていうことで個人的にはレインボー3の方が好きかなっていう気はしますね。はい。で、ゲーム変わってバトルフィールド6です。これね、私のパソコンの性能の問題で、かなりね、録画がカクついてます。本当にそこはね、見苦しいところがあって申し訳ないんですが、ちょっとね、とりあえず発売をプレイしてはきましたというところだけね、お見せしたいなと思いまして、載せています。もうね、今日明日ぐらいで、うちの、ね、ゲーミング用 PC っていうのがアップデートされてですね、かなり性能はかなり良くなるはずなので、そっからね BF6 の録画映像っていうのも良くなるかなと思います。でね、コールオブデューティーの時も話したかなと思うんですけど、世界観はね、やっぱり私はこのね、BF6 の方が結構好きでね、かなり現代戦チックな武器とかも出てきてですね、とても楽しいですね。あんまりね、真剣に、なんか、こう集中してやるっていうタイプのゲームでもなくね、もうなんか自分が好きなことをね、ただやって、
自由に動き回って、そういうね、カジュアルなゲームかなとは思うんですけど、ちょっとね、しっかり遊びたいよっていうね、時にもね、レインボー3かなり活躍してくれるんじゃないかなと思いますね。で、まだね、しっかり検証したわけではないんですが、このゲームですね、一応デッドゾーン切れるようになってて、0っていうね、設定項目自体はあるんですが、その設定をしてもね、デッドゾーン、微妙に入ってますね。なんでこのゲームはね、アンチデッドゾーンの機能を使わないと、デッドゾーンを完全にオフにするっていうことができないっていう、そういうゲームになってます。どのぐらいアンチデッドゾーン入れたらいいかとかはね、しっかり検証とかしてないんでわからないんですけど、違和感なく操作できるぐらいでアンチデッドゾーン入れてもらうのも結構ありかなっていうふうには思いました。それね、ちょっとハードウェアチートチックなんで、OK なのかどうかよくわからないんで、そのあたりちょっとね、確認はしていただいた方がいいかもしれないです。とにかくね、かなり、設定がね、ややこしいっていうか難しい、ゲームだなっていうんでね、感度を決めるのでめちゃくちゃ時間かかったっていうところなんですが、一応リニアっていう感度設定も用意されていてですね、なんかね、統一感度設定みたいな名前の設定をですね、オフにするとね、リニアでも使えたかなって感じで、そのね、設定をオンにするとめちゃくちゃね、ADSG の感度高くなって、ね、難しすぎるんで、あれはね、オフでいいと思うんですけど、レッドゾーンが残ること以外はですね、結構リニアに使えるんじゃないかなっていうんで、コールオブデューティーみたいにね、一番リニアに近いのがダイナミックっていうね、ちょっと曲がってる曲線上の設定になっちゃってるみたいなことは多分ないんじゃないかなっていうふうにはこのゲームに関しては思いましたね。なんでリニア設定とかをね、コントローラー側のカスタムカーブで設定しなくてもですね、普通にこのゲームのリニアっていうのはリニアなんじゃないかなっていうふうには感じているところですが、その辺もね、確かめたら面白いかもっていうところではありますよね。それをやる時間が私に果たしてあるのかっていうところなんですが、なんとかできないかちょっと検討しているっていう状況になってます。このゲームもね、めちゃくちゃ面白くて、本当に新作は本当にね、粒揃いかなって思いましたね。はい。そしたらスト6やっていきたいと思います。分解した時点ではちょっと十字キー怪しそうだったんでね、どうかなっていうところですね。やっぱりそうですね。この十字キーはかなり斜め抜けがしやすそうな感じがしますね。斜め抜けしますね。そうなんですよね。あの作りだとね、斜め抜けするんですよね。いやー、ちょっとこれね、波動が出ないです、全く。はい。なんとかコンボ完走できたんですけど、この十字キーはね、相当厳しいかなって思います。ABXY ボタンに関しては連打しやすかったかなとは思うんですけど、このね、形の十字キーだからダメなのかもしれないので、一応ね、もう一個、付属しているお皿型の十字キーの方も試してみたいと思います。またこの十字キーを外すのが結構難しくてですね、どうやって外せばいいんだろう。こういうツール使えばなんとか外れるかな。ちょっと本体傷むんで嫌なんですけどね。そしたらやってみます。はい、こちらのね、お皿型だと結構斜め入力入ったかなっていう気がします。縁の方をなぞるだけでこんな感じでね、波動コマンド入るんで、こっちは結構良かったですね。ちょっとね、意識的にこう、丸を描いてあげるっていう感じは必要なんですけど、十字キーはこのお皿型は結構使えるかなっていう気がしました。割と思ったより悪くないですね。分解した時はどうかなって思ったんですけど、十分これならできるんじゃないかな。はい。このね、お皿型だったら全然格ゲーできて、で、この普通の十字キータイプだと格ゲーじゃなくて普通のね、斜め入力入ってほしくないようなゲームで使えるっていう、割とバランスいい十字キーだったかなと思います。これはね、意外な発見でした。
はい、最後にアセットコルサですね。こちらをプレイしてきました。アナログトリガーに関してはややねストローク短めではあるんですけど、全然ね問題なく遊べたかなって思います。まあね、デュアルセンスとかデュアルセンスエッジのね、アナログトリガーっていうのがすごくストローク長めなんで、それと比べたらちょっと短いですけど、一般的なねサードパーティー製コントローラーのストロークと比べたらそこまで短さっていうのはね変わらないですね。で、振動機能なんですが、デフォルトの設定だとすごくですね、もうずっとねブルブル震えてても手がしびれてくるような振動になっちゃうので、振動の強さの方ね0から100っていう設定に変えてですね、プレイしてました。そうすればね、振動も普通レベルのね強さにはなります。ただねちょっとね細かい振動強く前に出過ぎかなっていう感じがあってですね、しかもその振動のね感じっていうのが繊細さがあんまりなくて、ちょっとね、ザラザラしたというかね、そんな感じがするので、あんまりね振動は良くはないかなっていうところで、標準的な感じかなっていう感想ですね。レーシングゲーム自体ですね、遊ぶのに適してるっていうほどねおすすめではないんですけど、普通に遊んでいけるかなぐらいのコントローラーっていうところですね。タイムの方もね割と良かったかなっていうんで、本当はねもうちょっといいタイム出したかったんですけどね、細かいミス結構やらかしててね、なかなかですねもう一歩ってところが縮められずにですね、タイムは47秒050ぐらいだったと思うんですけど、できたら46秒台入れたかったなっていうね、そんな感じのラップになりました。以上ですね、レインボー3をレビューしてきましたが、いかがだったでしょうか。まずね、静電ヨースティックっていうのが非常にいいなっていうふうに私はやっぱり思いましたね。他の PXN P5-8K とかでもね、感じてたことなんですが、すごくね、精度がやっぱり高いです。こちらスティックのカウントカーブのグラフなんですけど、これもうね、精度が良くてですね、しかも16ステップ精度で、計測しているので、ものすごくスムーズな曲線を描いているかなと思います。通常ですね、他のコントローラーのこのグラフを見てみるとですね、例えば G7 Pro のグラフなんかこんな感じですね。ちょっとね、ギザギザしている感じっていうのがあるのがわかるでしょうか。G7 Pro も相当に精度が高い TMR スティックなんですが、これだけね、細かなギザギザっていうのがね、どうしても出てくるんですよね。これがね、レインボー3 Pro の静電容量スティックだとこれだけスムーズなカーブになるっていうところで、やっぱり静電容量方式のスティックっていうのはですね、TMR よりもさらに優れたスティックだなっていうことが言えるかなっていうふうに思います。またね、遅延面っていうのもすごく良かったんで、ボタンもスティックもね、かなり優れているっていうところで、本当にね、それも素晴らしいポイントでしたね。対人戦特に R5 の 1V1 とかでもね、十分に強いコントローラーだったと思います。なんでApex とかね、FPS ゲームには相当に使えるコントローラーだったと思うんですが、不満点を挙げるとすればやっぱりこのデザインですね。LED 光ってない時もこの何とも言えない白いパネルでね、やっぱりモジョンはモジョンだなっていうところがあったっていうのと、あとですね、振動機能がちょっとね、荒々しかったかなっていうところ。あとは価格がやっぱりね、G7 Pro と同じようにちょっと高いですね。13,000円ぐらいっていうことですから。なかなかね、いいお値段するかなっていうところ。あとはね、プレステ5とスイッチでの遅延っていうところもちょっと気になった点だったかなっていうところでした。このね、4点が気にならない方はね、これをね、とりあえず選んでおけば間違いないんじゃないかっていうコントローラーだと思います。じゃあ、同じ価格で入手できるこちらのコントローラーですよね。ゲームサーの G7 Pro と比べてどうだったかっていうところなんですが、すごく悩ましいです、正直言って。全体的な質感やデザインっていうのは圧倒的にゲームサー G7 Pro の方が勝ってますが、背面ボタンがこっちはね、タクトスイッチだったりとかですね。一部ね、LB、RB とかもタクトスイッチだったりとかします。で、G7 Pro が勝ってるところはこのトリガーですね。トリガーすごくこれはいいですね。レインボー3の方のトリガー見ていただくとね、ちょっとだけストローク長いんですよね。G7 Pro の方が、これだけですから、明らかにね、G7 Pro のトリガーストップの方が優秀だなっていうのがあるんですけど、この2台比べてじゃあ Apex でどっちの方がおすすめかっていうとですね、私はね、こちらの方がまだですね、感度がより素直かなっていう風に思いました。
リニア化した G7 Pro のね、スティックっていうのもめちゃくちゃ良くてですね、Call of Duty とかね、あとはR5 とかでもね、めちゃくちゃ強いんですが、実戦っていう意味だと、レインボー3の方が実は戦績がね、平均して上になってくるんじゃないかなっていう気がしました。もしね、この2台お持ちで Apex プレイされている方とかですね、いろんな FPS ゲームやレーシングゲーム、アクションゲーム系遊ばれている方はね、どのように感じられたかっていうところね、ぜひお聞かせいただけたら嬉しいです。はい、そんなわけで最近私この Apex Legends 向きのゲームパッドコントローラーのおすすめランキングっていう記事を公開したんですが、こちらでね、今、最新のおすすめコントローラーっていうのをランキング形式で紹介しています。レインボー3、はい、ここです。1位に上げさせていただきました。というわけで、こちらですね、リアルセンス Edge G7 Pro Blitz 2っていうところと比べてもですね、現状ナンバーワンのコントローラーになったかなっていうふうに思います。特に PC 版のね、Apex Legends プレイされている方にね、一番おすすめのコントローラーですので、ぜひね、概要欄の方にリンク貼っておきますので、そちらからチェックしてみてください。私こちらのね、モノルっていうサイトの管理にもやってます。先ほどの Apex のランキングもね、常に最新情報を更新していきたいと思ってますし、今回のレインボー3のね、スペックとか、スティック感カーブの情報、リニア化設定なんかも載せていますので、ぜひね、こちらも利用してみてください。口コミとかも書けますので、ぜひね、レインボー3入手された方はね、こんなだったっていうね、感想をお聞かせいただけたらなと思います。口コミの方大募集中ですので、ぜひね、お寄せいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、今回の動画が参考になったと思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。はい、以上、モノルでした。今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。